どうも、まさるです。今、声を張っておりますが、まだ体調が悪いです。皆様、ご心配をおかけして申し訳ございませんでした。今日はですね、過労で気絶に至った経緯、お話しさせていただこうかなと思います。実際にどんな症状だったのかと言いますと、ソファーの上に座って母親と喋ってたんですよ。そしたらいきなりビクーンって立ち上がったらしくて、で、そこから痙攣して、バーンってこの受け身も取らずに背中からドーン落ちて、泡吹いて倒れたというように報告を受けております。で、その時にですね、ぎっくり腰をやったのと、あと、背骨が欠けた。だから今めちゃめちゃね、背中が痛いんですね。沖永良部島にもですね、徳洲会病院っていう結構大きい病院があって、そこで結構いろいろエコー検査だったりとか、CT? あれを受けたりとか、いろんなのをやったんですけども、結局原因はわかんなくて、脳疲労が原因なのか、筋肉疲労が原因なのか、はたまた実は転換持ちだったのかとか、状況で、今撮影日8月29日なんですけども、9月9日に沖永良部島に脳外科の先生が来るから、9月9日まで入院していなさいって言われまして、でもそれは無理やっていうことでね、今抜け出しております。そしてですね、もう本当に健康ってめっちゃ大事なんやなって思って、ジャンクフードも食べないようにしてるし、食物繊維も食べるようにして、瞑想、1日10分の瞑想だったりだとか、ストレッチとか、もうとにかく健康にいいことを今ずっとね、やっておりますので、皆さんね、安心してください。1ヶ月もあれば、体力はだいぶ回復するはずです。で、今まで会社のことをあんまり言ってこなかったんですけども、正直、今水産加工場めちゃめちゃピンチなんですね。ちょっとね、話が長くなるんですけども、水産加工場の機材って普通には買えない機材がね、必要になってくるんですけども、例えば7畳の冷凍庫とかさ、これを買うのにメーカーに直接問い合わせても代理人を通して買ってくださいねみたいな感じで言われるんですね。で、その時に3年前に会った社長が俺が代理店やってあげるよっていう風に言ってくれたんで、そこで4400万円ほど機材をね、購入しました。すごいいい社長だったんで、中抜きとかされてもいいかなとか思いながら、まだ経営初心者ですよ。その時まだ23歳で、もう何も知らないから、もうそれでもいいかと思ってやってたんですけども、ただ、ちょっとやっぱりお金の面が4400万円を集めるっていうのはなかなか厳しくて、ずっと支払い待ってもらってたんですね。で、今年の3月25日にですね、その代理店の社長から LINE が来まして、メーカーの人が3月いっぱいに支払いしないと、こっちも出るとこ出ますよって言ってるから、本当に申し訳ないんだけど、残りの700万3月いっぱいに支払ってもらってもいいかなって言われて、確かに俺は待たしてる側やから700万支払わなきゃって思って銀行の口座見たんですけども、僕450万円しか持ってなかったんですね。どうしたかと言いますと、銀行とかからの借金はもう限度額まで借りてるんで、もうそっちは借りれない。で、母親の元に行きました。母親に本当に申し訳ないんだけど250万円貸してほしいって言って、母親に250万円借りて700万円を3月いっぱいでなんとか支払いしたんですね。3月25日って最近だよ。3月25日俺登録者150万人ぐらいいたんだけど、一問なしで借金6250万円の状態だったんだよ。やばくない？みんなさ、俺のことさ、金持ちだと思ってるじゃん。全然ちゃうから。本当に島を盛り上げるために命削ってギリッギリのところでお金管理してるんですよ。その熱意が伝わってないのがすごい悔しいなって思うんですけども、そこは一旦置いといてですね、その代理店の社長とは仲が良くてですね、5月30日にですね、沖縄で飲んでたわけなんですけども、なんとですね、衝撃の発言が出まして、またさ、3月に払った700万あんじゃん。あれ、俺まだメーカーに払ってないんだよね。ははははみたいな。って思って。俺、母親から250万借りてまで、その700万支払ったって言ったよねって思って、それを勝手に代理店の人がプールして自分の事業費に使ってたの。意味わかんなくない？でもそういうことはよくあるんだけど、せめて申し訳ない700万円は自分が使わさせていただきました。ほんまにごめんなさいっていうのは筋じゃないですか。こいつは絶対に許さないっ
って思いながら、6月1日から1ヶ月漁師生活が始まったわけですよ。本当に無一文の状態だったから、この1ヶ月漁師生活で絶対に稼がないと会社潰れるみたいな状況で、もう本当にめちゃめちゃ気合い入れて1ヶ月漁師生活、そして8月の毎日投稿に臨んだわけですよ。会社が潰れないためにどんだけ辛くてもロキソニン飲んで麻痺させてなんとか動くみたいなのをずーっとやってたんですね。1ヶ月漁師生活もなんか見てる分にはさ、そんな楽そうじゃないですか。あれね、めちゃめちゃ大変なのよ。1日15時間ぐらい撮影するの。15時間ですよ。10キロ痩せながら1日15時間労働が30連勤みたいな、そんな生活をやった後に今度は編集で毎日12時間編集するみたいなことをやっておりますと、もうなんかだんだん体調が悪いっていうか、おえつが止まらなくなるんですよ。もう何やってても本当におえつ止まらなくなるの。そのおえつ止まらなくなるラインを超えてくると、もうどんだけ涼しい部屋でも冷や汗が止まらなくなる。なんでそんな汗かいてんのみたいな。で、その次の段階が、なんかもう自律神経がいかれて寝れなくなるんですよ。俺はロングスリーパーなんですけど、4時寝7時起きみたいなのが何週間も続いて、これはさすがにまずいんじゃないのかみたいな。でもあと1週間編集頑張れば1ヶ月漁師生活終わるぞっていうところだったんですけど、倒れちゃったんですね。でも今回本当に幸運だったのは、海の中とか船を運転中とか車を運転中とかアスファルトの上とかで気絶しなくてよかったよね。そんな場所で痙攣してたらほぼ確実に死んでますからね。今まで俺はずっと結果を出すためには誰よりも努力しなきゃいけないって思ってやってきてたんですね。例えばそうだな、もう YouTube 初期の頃とか、こんなトーク下手くそなのに YouTube によく動画出せますねってコメントがたくさんついてたんですけど、ムカつくから毎日6時間ずーっと喋る練習を半年間続けたんですよ。そんだけ喋る練習したら、マサルのトークはまあまあ弾けるなみたいな感じの評価上がって、なんだろう、トーク力とかも別に努力すれば上がるし不可能はないと思ってずっとやってきたんですけども、おえつが出だしたら皆さん休んだ方がいいと思います。過労気味の人とかもね結構いると思うんですけども、おえつが出だしたらマジで休んだ方がいい。死ぬ。それを言いたかった。そして今回新商品を出しまして、整備だったりとか夜光貝だったりとか販売開始したんですけども、なかなかねこれがね思ったより売れないんですね。でもどうにか俺は島の漁業を盛り上げたいって思いがずっとあって、皆さんぜひ買っていただけたら、本当に支援のつもりでも何でもいいので買っていただけたら本当に助かります。お願いします。というわけですね、ちょっと1ヶ月漁師企画が一旦止まっちゃうんですけども、今回の動画の次の動画で商品のさばき方だったりとか食べ方をね動画出そうと思いますんでね、それを見てからね買うか買わないか決めていただけたらなと思います。ということで俺は1ヶ月後超健康になる。それでは。